こんにちは、岡大輔です。SPF 材などの板をつなげてテーブル天板を作るときにクランプを使いますよね。今回の動画はそのクランプがなくてもですね、皆さんご存知のあるアイテムを使うことで板と板を圧着することができます。ということをやっていこうと思います。多分、どのご家庭でもあるものだと思いますので、もしご家庭になくても、そんなに高いものではないですのでね、安心してください。本来は地震の時の防災用に使うものですので、DIY で使わなくなったら、ご自身の身を守るために、本来の目的である防災用としてお使いください。では、やっていきましょう。まずは、サクッと 1x4 の SPF 材を使って天板を作っちゃいますね。こちらの木材はホームセンターでカットしてもらったものを使っています。ダボつなぎで接合していきます。穴が開きましたので、ここにダボマーカーというものを使って、穴を開けた位置のところで次に接合する板に目印がつくように板を押さえつけます。ダボマーカーの先端は尖っていますので、次の板のところにこのように印がつきます。板の印がついたところに穴を開けていきます。穴を開けたら、ボンドとダボで接合します。3枚目と4枚目も同じように接合しました。はい、こんな感じでね、板4枚をボンドとダボで接合しました。ここからが本題の〇〇棒を使ってなんちゃってクランプ防災アイテムになります。すいません。ちょっと前置きが長くなってしまいましたね。では、発表したいと思います。簡単なんちゃってクランプ、そのアイテムとは、転倒防止家具固定ポールです。突っ張り棒的なもので選んだのですが、普通の突っ張り棒でもいいかなと思ったのですけども、安定感が抜群でしたので、こちらを選ばさせていただきました。では、実際にやってみましょう。まずは、天板の下に木材を並べます。これは 2x4 材を使っていますが、同じ大きさのものであれば角材で大丈夫だと思います。あとは端材を用意します。これは天板を圧着しますのでずれないようにストッパーとして利用します。では、組み付けていきます。まずは2箇所つけます。
もう一本の木材の方にも端材をつけていきます。次は天板をセットしたら家具固定ポールと端材をつけていきますね。この家具固定ポールはここをくるくるっと回しますと伸び縮みするようになっています。まずは一つ目の端材をつけて家具固定ポールをセットします。2個目も同様につけていきます。あとは家具固定ポールをくるくる回して伸ばしてあげると、天板の板と板の接合部分が圧縮されます。板と板との隙間もなくなりますし、ボンドでの接着強度が増します。板と板を圧着したら、ボンドが乾くまで待ちますね。この際に溢れて出てきたボンドを拭き取っておくと仕上がりが綺麗になります。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。